あ、ちゃんちゃんチャンネル。ちゃんチャンネル。ちゃちゃんチャンネル。はい。ここはちょっと穴場だと僕は思ってるんですよ。ほう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 。僕が住んでた頃は最後に見つけた場所なんですよ。こうフォースストリートって言いモます。スストリート。ここはもう本当に祭りとかもやるんですけど、ストリートフェアもあるんですけど、あるんだもん。子供にも優しいし、なんか安全だよね、ここは。安全です。もともとは産業地帯だったんですよね。うん。なんかテレグラフとかのガヤガヤわちゃわちゃ感がないです。だんだん年取っていくと40代後半。こっちの方がこっちのがなんかこう癒されるな。癒されます。今回トム君、はい。このフォースストリートで、はい。僕の昔お世話になっははたは。人がレストランをやってるんですよ。ほう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 。その名前がまさにレストランの名前が癒されなんですよ。なるほど。だからさっき癒されを絡めてきたんですね。ちゃんちゃんはそういうチャンネルじゃないと思うかもしれないですけども、はいやっぱりね映像やってると、はいいろんな人との出会いがあって間違いないですその人たちの面白い話とか、はい。僕は聞きたいんです、聞きましょう。何年ぶりに会うんですか？ 10年ぶりに会います。じゃあ早速だけど癒され行ってみますか。行きますか。ちゃんちゃんチャンネル。カリフォルニア州西バークレー。そこに地元の人たちに愛されている人気のレストランがある。癒され。2013年にオープンした癒されはミシュランガイドに掲載されていることでも知られ、サンフランシスコクロニクル誌でニューレストラントップ10に選ばれた。2013年オープン以来、今でも連日満席だという。日本の味、そして東北の味をカリフォルニアの人たちに伝えたい。その信念を貫いてきた男、庄神代。新鮮な食材を使って芸術的にアレンジされる彼が生み出す料理の数々は、料理評論家をはじめ美食家や地元常連客の舌までをうならせている。料理を極め続ける庄神代のチャレンジ精神と向上心は一体どこから湧き上がるのか。そして彼が見据える先には何があるのか。ボビちゃん、トムちゃんが迫る。あ、ここだここだ。あれ翔さんじゃない？翔さん、ご無沙汰です。まだ店オープンしてないんだけど。ちょっとこれ小芝居じゃないですか。自然な感じでいいですね。お前がしてんじゃねえんだよ。最高。何が下手なんだお前。あってぶつける。あれ翔さんですかって。お前もう打ち合わせ通りみたいな感じは嫌だねこれね。連絡してて行く体にしますから、別にサプライズで偶然ばったりやったではない。ちゃんと連絡をしてちゃんとあ来たんだなっていうぐらいの感じでいいです。翔さん久しぶりです。おお、ちゃんこチャンネルの若松くん久しぶりやな。なんだっけ。ちゃんちゃんチャンネルです。ちゃんちゃんチャンネルです。ちゃんちゃんちゃんチャンネルですよ。そこ行くんですか。元気ですか。もうまださ掃除したりね、もう窓拭いたり、本当にね。何笑ってんだお前。もうこっから始まってるんです僕の人生は。本当にこれ30年使ってるあなたのほうきは。こちら庄神代さんです。演歌歌手の翔です。どうやろう。あれあんまり近づかないで、あんまりメイクアップしないで。この方は僕が大学時代にレストランでほうってそのレストランで勤めてた時に、その時の総料理長のシェフ神代です。本当にあそこで一晩5時間バイトするだけで、多い時にチップで600ドルぐらい行きましたからね。当時でだから今円にしたらもう8万10万。いやこれ2倍だぜ今。いやそうですよ。だからめちゃくちゃ稼げたんですよあの時。ビールの一杯も思ってくれなかったねあなたね。翔さんよく喋るんでマイクをやっぱしっかり、そういうことでね。これで歌えんだねこれ。今回せっかくなんで、この癒されっていうお店と、あとこのフォーストリート、このバークレーを、まずここを選んだ理由は何だったんですか。こうなんていうかな、コマーシャルしてない雰囲気、そしてこう緑がたくさんある木がこう植わってて両サイドに
なんかこう中目黒みたいな目白みたいな東京で言えばねそんな感覚があったし、そしてまたフレンドリーなんだねこのお店が。全部のお店がねやっぱり個性的がいっぱいあって、うちの女房と2人でね、いつかねこんないい環境のいいところでさなんかのんびりとこう小さい店でいいからこんな店開けたいなっていうのがずいぶん前にあったんですよ。いやそうですよね。だって翔さん言ってしまえばオズモっていうものすごい大きい、高級レストランのシェフやってからそこからこのこじんまりとした癒されに行くそのマインドっていうかきっかけは何だったんですか？やっぱりね大きい店は大きい店だけのダイナミック感とか、醍醐味はいっぱいあるんだけど結構しんどいですよ正直言って、忍耐的にももちろん精神的にもね、でやっぱりどっかでぽっかりとやっぱりちょっと小休憩したいなと自分の中でもう一回自分のこの料理っていうか人生をね見つめ直したいななんていうのを常にこう考え始まっちゃったんだよね。でそうなってくるとどうなるかというとやっぱり規模を小さくしないと自分自身がこう表現できないというか、本当にやりたいことができない。大きい店だとやっぱり料理を作ってる時間がないんだよね。そうか。やっぱりマネジメントなんだよ。そしたらたまたまここが開くということでタイミング良かったですね。2日で決めました。すごいですね。ボンともう迷いなくオープニングする時から撮影させてもらってるじゃないですか。それでもう結構10年ぐらい経ってますけど、その間にコロナ期間があったじゃないですか。もうほとんどのファインダイニングのお店がもう潰れる中、どうやって今続けることができたんですか？店を続けるか続けないか、お客さんは来ない。このストリートは全部もう閉まっちゃってる。人はいない。これはこれでしょうがない。ただし何かできるんじゃないかっていうことでテイクアウトを始めたんですよね。もともとテイクアウトは僕はやってなかったから、でもやっぱり家で食べたいという人もいるし、うちのそしてまたレギュラーのお客さんがやっぱりサポートしてくれて、そしてまた応援してくれて、でテイクアウトがどんどんね、オーダーが日に日に多くなったんだよね。そうなんです。その中でやっぱり作っているこの料理を作る喜び、マスクをしながらだけどお互いにお弁当をね車まで運んであげてありがとうって言ってくれるこのお客さんの笑顔、そのやり取りがやっぱり僕の励みになったし、大きな薬生きる上でも昔からですけど、めちゃくちゃポジティブですよね翔さん。いいよね。めっちゃ僕の知ってる人の中でもトップクラスのポジティブ男だと思います。僕はいつも沈んだら浮かぶだろうっていう頭で言うんだよね。何でもそうなんだけど、必ず浮かび上がるっていうことの中であるんで、沈没するけども一時はあるだろう人生の中で。でもやっぱり浮上していくっていう、そして浮上すれば新しい景色、空気、太陽が待ってる。ここで全部トークしちゃってるんだけど、せっかくなんでちょっと中入りましょうよ。いいですね。ちょっとなんかタイムスリップしたような感じなんだけどな。本当ですよ。懐かしいです。翔さん、まず自分の経歴を少し話してもらえますか？俺すごい面白いと思うんですよ。遡れば、なんかレーシングみたいなのやってましたよね。やってたね。あれ何だったんですか？っていうかね、いくつの時に始めて？3歳から始まったんだよ。3歳から。っていうのはね、うちのね父はオートバイ屋だったんですよ。その前は実はシェフだった。で彼はシェフだっていうことをずっと我々に言わなかった。料理も作らなかった家では。で僕も全然知らなかったね。でずっと親父はバイク屋の会社の社長だっていうことで、バイクが好きだし、もちろん彼は、僕は双子なんだけど、うちの弟と一緒に小さい時からなんていうの特殊なこの英才教育じゃないけどもバイクを乗せてもらったっていうことで出たりしたんだけど、ただやっぱりさレーサーっていう職業というか人生もかなりしんどいのよ。そうですよね。結局勝たなくちゃいけないわけだよレースっていうのは。でお金もかかるし、どちらかというと僕はそのレースよりも料理の方に興味が出てきたんだよね。翔さんって、大学行ってます？行ってない。高卒？これも長い話なんだよ。これもちょっと悲しいお話なんですけども、私の父が会社が実は倒産してしまったんですよ。その高校の卒業のね確かね2週間ぐらい前なんですよ。その町から出なくちゃいけないっていう環境、そしてまた食っていかなくちゃいけないっていう環境で、そんな中で昔から好きだった興味があった料理っていうところに入っていったわけだね。当時はねまだね大学卒業とかこの学歴とか年齢が問われたんですよ。なるほど。だから結局僕は仕事が欲しくて年齢とか履歴書もごまかして入ったの。
でなんとかそこに入れば、ね、入ればですよ、俺のことみんな好きになってくれるのそういうさスーパーポジティブというかだからなんとかしてこうね、証明写真もね大人っぽくこうポーズしたりさ、なんつってさ、で卒業中退とかさ、中退とかさ、いや中退だったらいいだろみたいな、まあ、それいや東大にしようと思ったんだけど、それはちょっとすぐ面接でバレるだろうなみたいな。いくつぐらいだったんですか実際そういう。あれはね、だから16の終わりだよね。でその入ったのは仙台の東急ホテルっていう当時仙台東急ホテルってやったんですよ。だからもう面接のもう1時間ぐらい前からそのホテルの前に立ってるわけだよ。みんな来る前に「おはようございます」なんつって、みんな来るでしょ、従業員が。そうそう、これ誰だか分かんないよね、シェフだからさ、シェフだから大体匂うじゃん、シェフとかで「おはようございます」ってニコ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 して待ってるわけですよ。賢いですね。賢いだろ。戦略型です。なんか宮本武蔵の五輪の書じゃないけども、やっぱり戦うための準備、やっぱり来るとやっぱり料理長みたいなのが入ってくるわけだ。ありがとうございます。誰だこいつみたいなさ。なりますよね。当時ね、俺ねルックス良かったのよ。だからそれもあって結局面接まで入ればフェイス2フェイスよ。入れば俺のもんだなって分かった。書類選考はパスしましたって言って来てくださいっていう日に、じゃあ身分証明書持ってきてくれるかなって言われて。はい、つって汗がつく。チュナさんやっぱ18歳じゃないと入れてくれなかった。そっか。そういうことか。16歳だからまだダメなんだ。17に近かったんだけど。17に近かった。18に近くないだろ。でもその時にもう入っちゃったからね、シェフコート着れば俺のもんだみたいな感じで、バッタバッタ俺はねやったんですよ。それでね、朝は7時からなんだけどまた5時頃徘徊してるわけで、僕はクロックインしないでタイムカード押さないでもう入っちゃったの。あえて。あえて。もう誰よりも早く来たかった。誰もいないところが好きだった。そしてずっと誰もいないからその調理場をずっと見て歩けるでしょ。なるほど。で冷蔵庫開けたりして何やってんのかなとかさ、どんなやってんのかな。ディズニーランドですよ僕から言ったら。そうなんです。ワクワクして、そうするとアレーバのおばちゃんたちが来るわけですよ。翔ちゃんなんつってまだ早いね、ありがとうございますなんつっておばちゃんがね、お腹空いてんじゃないって言って朝飯をねおにぎりをくれたりして、そういった土台で頑張ってる人たちとまず仲良くなるというか、好かれること。そうですよね。その後にまた違う部署に行ってお魚のブッチャーに行ってお魚のおろし方を覚えたり、ペストロに行って生クリームの立て方を覚えたり、オーブンの使い方を覚えたり、そして宴会で残ってれば、ウェイターになって今度は宴会のサービスを手伝ったり、それ無償ですよ。無償ですよ。そうなんだ。そこはもうっていうのは僕ね当時部屋がなかったのよ。住む場所なかった。どうしてたんですか。だからホテルに隅っこに住んでた。その働いてるホテルの隅っこに。ホームレス状態だじゃん。そうです。すごいね。で3食食えるでしょ。そっか。でなんとかなる。従業員食堂の食券がもらえるんですよ。寝るとこはそしてね休憩所があるんですよ。6畳一間ぐらいの休憩所で、シェフたちが時々昼食で将棋打ったりさテレビ見たりするんだけど、そこでちょっと休憩仮眠を取るの。そうするとまた朝が始まるだろ。その繰り返しがこういつも髪をお前早いのいるなって言われて、だんだん体が臭くなるじゃんやっぱり。そうですよね。どうするんですかそれ。やっぱり洗い場でねシャワーを。本当に？夜中みんながいない時に食器洗うやつで体を洗ってる。でもねめちゃくちゃな。でもねもうホースがあるからね結構いいよ。そういったなんていうのかなサバイバルこんな時代を過ごしてきたから。このアメリカに来ても同じようなスピリッツでね。ちょっと待ってくださいね。翔さんの話を聞くに16歳までしか今行き着いてないんですけど、もう飛ぼうよ。時間取らないですよ。飛ぼうよ。飛びますよ。来た。これがですね、ありがとうね。私のシグネチャーのかき揚げ。かき揚げ。どう？美味しい。ほら。っていうか、贅沢でしょ。エビのプリプリも最高だし、青のりやばい。これねかき揚げに一瞬見えないんだよ。でこのデザインはどっから生まれたかというと、もともとかき揚げ日本のかき揚げっぽくお店でここで出してたんだけどね、ちょっと
アメリカ人の方にはこっちの現地の方には食べづらいシェアしづらかったでいろいろ考えていろんな形作ったんだけど、ある時うちの家族でピザ屋に行ったんですよ。オーダーしてテーブルでねピザ来るの待ってた時にその調理場でずっと調理場でピザを作ったのが見えたんで、円盤にしてさ伸ばしてさ、そして焼いて、そしてその後にこう切るじゃないポピッと、それでちょっと待てよと、そしてみんなでシェアできるじゃない。で三角形のこういう形になるじゃないピースが。ちょっと待ってこれはってきてババッときて、もうビビッキッチン行ってで次の日すぐ行って試作したんですよ。でこう天ぷらと混ぜたその野菜チュリプとホタテがあってね、それを今までは丸くしてた。でもそれを逆にピザみたいに伸ばして円形にすると、ピザ状にすると、それを今度フライヤーに入れて、でもこれ持てないだろ普通、ダラダラになっちゃうので落ちるんでどうしたらいいんだっていうことで、ふと見たらペストリーのところにパーシュメントペーパーがあったんですよ、その上に生地を乗せて、かき揚げの生地を伸ばして、それで違うんですか？それをその紙を持ち上げて、パーシュメントペーパーを持ち上げてゆっくりフライヤーに沈み込むわけだよ。そうするとその紙の上に乗っかってるそのかき揚げが周りからこう上がってくるわけだね、自動的に紙からね剥がれるんですよ、外れるんですわ。それをスッと離したでしょ。そうすると見事にこの円盤状のかき揚げが浮いてるわけよ、フライヤーで。面白い。これちなみにおいくらぐらいなの？これはですね、シュリンプとホタテを入れると28ドル。高い。でもこれアペタイザーですよね。何が高い？でも6人でシェアとかできますよね。そうこれはでも多分正直な意見でアペタイザーで28ドル払う感覚は日本人っていう感覚ないから、それ伝えた方がいいかもしれない。いやでもね、住めば都って言ったらいいんだけど、食えばわかるよ。何の話だこれ。住めば都と食えばわかるじゃないけどぼったくりじゃないよこれ。食べればわかるだろ。そうなんですよ。全部これオーガニック、話題にもなるし。そうだ、オーガニックの野菜を使って、そしてちゃんとしたそのフレッシュなねエビとホタテですよ。これやったら毎日食べたいです。これねハンドカットしてるわけ、全部手で切ってるわけ。そうですよね。で切んないとカリッと上がんないんだ。これはすごい。これどれぐらい売れるんですか、この商品は？あんまり言いたくないんだけど、クォーターミリオン。年間これだけよ。これ一品でこれ年間の売り上げが3000万以上。3000万以上。だからこれはスナック感覚でね、アペタイザー感覚。そしてまたシェアできるでしょ。いや、そうですね。でほら形がこういうドラマティックだから、なんじゃこれっていうことですよ。食べやすいっていうのはアメリカ人にとっては大事です。大事です。そしてやっぱり見た目ね。見た目がもうめちゃくちゃいい。これからの展開ちょっと話してください。今ここの癒されがあって、バークレーで成功してますけど、まだいろいろやってますよね。今同時進行して、先週開けたばっかりのラスベガス。ラスベガス。これはまた違うコンセプトの和食寿司レストランなんですけども、水ならという名前でラスベガスにオープンしました。そと同時に今ニューヨーク、今年の10月の終わりか11月頭にオープンします。オープンするんですか？もうオープンします。うわ、それ何系のレストランでどこで？これもジャパニーズですね。どこで？マンハッタン。前から気になったんですけど、よくそういうセレブシェフの人たちって複数のお店抱えてますけど、一体どうやってそうやって要領よく、ここベースじゃないですか、翔さん一人じゃないですか、どうやってこうベガスで展開してっていうのを。これも面白いグッドクエスチョンだね。っていうのは僕がこっち来てびっくりしたのは、私のクックだね、料理人たちはまずシェフ、Give me a recipe っていうのね。まずレシピをくださいと。そっから始まるのよこの国は。日本って全くレシピはね、もうクローゼット。ある時期まで来ないと味見とかレシピなんかもらえなかった。レシピは盗んでた。そうじゃないこっちは。要するにまず入れたらもうレシピを渡してこのように作りなさいと。そうしていくってことはどういうことかというと、要するに到達点が早いんですよ。だからその人が一人前になるのが早いんですよ。ちゃんと教えてあげてるから。だから3年かかるとこを正直言うと半年で終わると。なるほど。でそのぐらいのスピードでやっていく国なんですよ。そこ気になったんですよ。今打ち合わせっていうか条例見ましたけど、日本人翔さんだけじゃないですか、もしかしたらこの店で今のこの環境の少ないですよね。日本人のスタッフが。日本人のスタッフ僕しかいません。ですよね。アメリカ人とのコミュニケーションがまず取れなきゃいけないのと、考え方っていうのが全然違うわけじゃないですか。
僕も日本のレストランで働いたことありますけど、はいめっちゃ厳しかったんですよ。朝礼して、全員もう軍隊のようなそうよ感じで、で間違えたらそれは鈴木お前何してんだみたいなでもそれは感じで言うんですよ。それで必要なのよ。それはそれで必要なんだけど、でも今の空気感違いましたよね。っていうのはね、まず世代が違うということ、あと国が違えば法律も違うということ、あと雇用制度も違うということ。特にカリフォルニアは雇用に対してヒューマンリソースですね、それに対して非常に世界でもナンバーワンの、いやそうですよね。だからやっぱり従業員とどう接するか、どう育てていくか、そしてどうケアしていくかということはオーナーであるシェフである私は非常に気をつけなくちゃいけないと。さっきも言ったけども、コミュニケーション能力、そうですよね。これはね、料理だけじゃないですよね。料理だけじゃない。何度も言うけども、やっぱり人間は言葉、そして目があって対話するわけだから、その中でいかにどう自分を表現するかということ、それも短い間に。で、僕の場合2つあるわけ。1つの表現力は1つは料理です。僕は喋んなくてもいいよ。僕の腕、テクニックでお客様と対話できる。それはお料理ですよね。このお皿の上に僕がいるみたいな感じ。でもう一つはやはり僕はビジネスマンとして自分のフィロソフィー、あと僕のこのコンセプトなりビジョンを言葉にして説明しなくちゃいけない。それはパブリックと同時にまたインベスター、投資家、新しい投資家とナイフとブリーフケースを2つ両手に持ってないと成功できない、大きくできない。いい表現ですね。なあ、ナイフとブリーフケース両方ないと生きていけない。まあブリーフケース持ってる人いねえと思うんだよ今ね。でもそれだけブランディングって大事ってことですよね。それで自分の中のコンセプトと考えを整理してるみたいなもんですよね。それを表現できるのはやはり英語。英語力がないとダメってことですよね。だから僕ね、若い日本人たち今度仙台に帰った時にちょっとレクチャーするんですけど、料理学校でその時に僕言いますよ。まず言葉、これは世界の共通語である英語、まず勉強しなさい。世界に出るんであれば、ヨーロッパ行っても英語、キッチンでも英語、みんな使ってます。やっぱり英語能力をやっぱり調理技術と同時に身につけてもらいたいね。コミュニケーションの大切さっていうか、日本だったらこう言えるけどアメリカではここは気をつけてコミュニケーション取ってますよ。どういうところですか？それはね、非常にいい質問だね。だからやっぱりその土地の人間を知るっていうこと、そしてやっぱりその土地の人間がどう育ってるかっていうこと、簡単に言えば甘やかされて育ってきたのかとか、面接してもこう笑顔だったり言葉が上手だったりで、それやってるのは僕もミリオンピーポーも面接してたし働いてるから一緒に大体のこのテイストの感覚が分かってきた。だったらこの人にはどう言ったら伝わるかっていうテクニックも覚えた。前は僕は直球だったね。そうでしたね。ダメだったらお前なんだ出てけとかね、何やってんのお前っていきなりこうポーンっていくんだけど、言ってました。言ったよな、たまに出るんだけど、ちょっと待ちなさいってこういう感じでうってこうなるんだよね。自信あるないっていうのは何かというと、一番僕いつも言うんだけども、自信ない人っていうのは自分のこと分かってないんだよ。自分自身が何者なのかっていうこと、何色なのかっていうこと、だから売れないんだよ自分を。なるほどね。だから俺はピンクのカラーの男です、ピンクが好きなんです、こういったことでピンク合いますと、そうピンクっていう男の像を作れないんだよ。何色か分かんない。一時期ちょっとどんよりしてモンモン病になっちゃったのかなみたいな、そんな時期もあったんですね。今度そういう時期が来るってことはもう分かるじゃん。免疫があるわけだから、ちょっと入ってきたなみたいな、ちょっと沈みかけてるかな今みたいな感じ、それ分かるじゃない。で分かりかけたと同時に僕はそのトレイルランっていうのを始めたんです。趣味がない男だった。こんなに趣味が今まで僕の人生で初めて。トレイルランもやってるし、最近ボクシングもやってるし、ますし、要するに体を鍛えることはやっぱり、僕の資本だし、これはね。体を鍛えることは脳みそを鍛えてるわけだから、やっぱり私はもっとこれからもっとね、ニューヨークも開ける、ハワイも開けると、また次のこともあと 2,3 年も決まってるんで、事業のプランが、やっぱり崩れられないよね。家族とはどうですか？その日本で子育てするのとまたアメリカで違うと思うんですけども、家族っていうのはどういう役割を果たしてます？もちろん結婚したら、もう僕も結婚して子供もいるんだけども、あなたもそうだけども、あなたもそうだけども、結局時間の一つのパイがあったとしても、それをどう分割するかっていう。そうですよね。どうしても昔は僕のパイは仕事の時間、自分の時間っていうのがものすごくもう占めてた。一切れの半分ぐらいしか家族に与えることができなかった。だからもう自分に夢中になってた。
自己陶酔になっちゃってる。24時間ある中で家族もそして仕事もそして自分自身もこの3つのカテゴライズをどううまくバランスを取っていくかということはどういうことかというと全てをやっぱりぶち開ける、要するに仕事のことも女房に話し子供に話す、そこからの助言も僕は逆にうちのスタッフに話す。要するに全部つながる。隠さずここは仕事だから家族の話しないんだとかじゃなくて、全部もう大っぴらに風呂敷を広げちゃう、そういう方法論を僕は身につけました。それによって変わりました？変わる。それを言うから彼女たちもスタッフもうちの家族も興味が出るわけ、僕に対して。で僕の時間帯も分かってくるわけ。この時間は彼は集中してるんだ、この時間は家に帰ってきて一緒に食事できるんだ、休みの時間は一緒にバーベキューなりどっかハイキングとか、僕の時間のパイをですねもう見せちゃう、隠さない、スケジュールを見せちゃう。辛い時は辛いってもう言うってことですか？言うっていうこと。辛くなる前に言うってこと。前はもうバーンと爆発したしか言えなかった。だから喧嘩になるよな、誰だって。何なのこの人ってなるよね。だからいつもうちの女房とね、今日はどうだったって話をレビューします。まあできるだけお互い笑うようにしてるし、それは非常に僕は皆さんに助言したいし。ちゃんちゃんチャンネル。今日はお時間たくさんいただいて。俺もう終わりなのこれ？いや俺はいいんですけど、レストランがもうオープン。あ、そうか。もうお金稼がなくちゃもう。俺ら普段はボビですって言ってるぐらいなんですけど。それはそれでいいんだけど、やっぱりせっかくねお前ともねこんな会えたし。いや縁ですよね。うまいこと言うね。今日は非常に楽しいお話させていただいて。いいよ本当ね、今まで以上にさらに情報が入って超楽しいです。でそういう番組にしていきたいんで、このちゃんちゃんチャンネルは。言えた。やっと言えた。ちゃんちゃんチャンネル。何もらったの？翔さんからお土産もらいました。優しいな翔さん。スープ？何らかのスープだね。うまそうだね。嬉しい。翔さんが14歳ぐらいに学んだ技がここに入ってます。いや、唐揚げ弁当みたいな。うわ超嬉しいこれは。めちゃくちゃうまそう。あったかいし。やります。うわ美味しい。お弁当してくれる。かき揚げって書いてある。もう嬉しい。こんな最高。翔さんありがとう。ありがとうございました。唐揚げうまい。どう思った翔さんと会って話して。いや、めちゃくちゃパワーもらいましたね。パワーもらうよな。はもともと面白い人だと思ってたけど、取材するともっと好きになったね。卵うまっ。何これ。これ卵入ってんだけど見てくださいこれ。じゃあこの一流レストランでかき揚げを出しましょうなんて発想ないよな。日本人の感覚だと本当にこうかき揚げって残り物で揚げるみたいなイメージなんですよ。前に持ってくるのはすごい。ここまでの演出できるのが翔さんなんだよ。経験ですね。演出力があるんだよね。彼の経験と人生ですね。本当人生そのまま出てるって彼も言ってましたけど、出てますね。もうね、スープ一つもうまい。最高だね。やっぱああいう話を聞いた後に食べると、より一層うまいですね。多分でもね、いや、ちょっと待った。これスープじゃないやと思う。かき揚げ用の出汁だこれ。だから辛いんだ。だから濃いんだよ。だから天つゆを今グラって飲んだんでね。僕らねバカす。なんかすごい喉が。ちゃんちゃん。違うのちゃんちゃんチャンネルは、おびちゃんの地元カリフォルニア州オレンジカウンティ内にあるサンタアナをご紹介。現役テレビコーディネーターがメキシコ文化が色濃く残るこの地域の裏側に潜入ラジアス絶品の料理にも出会います。お楽しみに。ちゃんちゃんちゃん。